こんにちは、カーリーです。今回はルームシューズにアルファベットの L と R をワンポイント刺繍していきます。右と左の目印にもなるのでおすすめです。それでは始めていきましょう。それではバックステッチの説明をしていきます。スタートから1針進んだ場所に針を出します。そして今の出したところから1針戻ったところに針を入れます。そしてこのところから1針進んだところに針を出します。そして今出したところから1針戻った1番と同じ針穴に針を入れます。ここから1針進んだ場所に針を出します。1針戻った3番と同じ針穴に針を入れます。これを繰り返していきます。ポイントは同じ針穴に入れることです。こうすることで綺麗なステッチができます。では次は今日刺繍する L の説明をしていきます。先ほど説明したバックステッチのようにまず縦に1列バックステッチを刺繍していきます。縦の幅を少し広く刺繍していくので、隣にもう1列バックステッチを刺繍していきます。1列目の最後に針を入れた場所がここになります。このすぐ隣に針を入れると抜けてしまう可能性があるので、今回はここからスタートしていきます。まだ隙間が空いているので、私はもう1列バックステッチを刺繍していきます。ここの幅はお好みの幅で大丈夫です。
では次は横のラインを刺繍していきます。裏に渡っている糸と糸の間を割るようにしながら絡めて糸始末をしていきます。3回ほど絡めてください。L の刺繍ができました。じゃあ今日刺繍するルームシューズです。これはユニクロで買いました。今回のポイントは、芯の入っているルームシューズは硬くて刺繍ができないので、布だけを使っている柔らかいものを選びましょう。右左を間違えないようにして、今から図案を直接描いていきます。チャコパーを使って描いていきます。左の方から図案を描いていきます。あまり外側にしすぎてしまうと見えなくなってしまうので、自分が見やすかったり、ここにあったら可愛いなという位置を決めてから図案を描きます。私は真ん中よりも左側の位置に描こうと思います。そして図案はなるべく手前側に描くと刺繍がしやすいです。あとは縫い代など硬い部分は避けて図案を写しましょう。次は右側の方も描いていきます。右側は中心よりも少し右側に図案を描いていきます。図案の大きさはお好みで大丈夫なんですけども、縦が2センチで横が 1.5 センチの L を描きました。今日は黄色の糸で刺繍をしていきます。ではルームシューズに同じように刺繍をしていきます。今回の刺繍は25番刺繍糸を6本取りで刺繍しています。ちょっと裏から針を出してくるのが難しいですね。ちょっと刺しにくいと思うんですが、自分の刺しやすいように持っていただいて刺繍してください。
だいたい揃っていれば大丈夫なので楽しみましょう。はい、こんな感じで3列できました。ちょっとガタッとしてるんですけど、これも可愛く見えるのが刺繍のいいところなので大丈夫です。だいたい1針の大きさは4ミリぐらいです。ちょっと硬くて引っ張るのが大変な時があると思うので、針に気をつけながら引っ張ってください。L の刺繍ができました。玉留めをします。もし玉留めが浮いてしまった方は、この裏の刺繍糸に絡めながら引っ張ってください。できました。では R の説明をしていきます。玉結びをします。R のこの縦の線から刺繍をしていきます。先ほど説明したバックステッチのように刺繍をしていきます。続いて2列目も刺繍していきます。少し糸が短くなってきたので糸を変えます。裏に渡っている糸のところに絡めて糸始末をしていきます。それでは新しい糸を針に通して始めていきます。次はここから針を出していきます。なのでこの辺りに糸の始末をしていきます。裏にある糸に絡めて固定していきます。
そしてバックステッチをしていきます。この場所はカーブになっているので、少し一針を小さくして刺繍をしていきます。こうすることで滑らかなカーブが表現できます。では次はこの斜めのラインを刺繍していきます。糸始末をしていきます。裏に渡っている糸を割るように絡ませて糸始末をします。縦が2センチ、横が 1.5 センチです。R の方も同じサイズです。図案の線が残っているのでお水で消していきます。では同じ糸で刺繍をしていきます。まず玉結びをします。いろいろスリッパをくるくる回しながらやりやすい向きで刺繍してください。一針を細かくしてしまうととても大変なので、4ミリから5ミリぐらいの縫い目で縫っていくことをおすすめします。R の刺繍できました。そしたら裏で玉留めをします。こんな感じで L と R ワンポイント刺繍が入りました。そして少しチャコペンの跡が残っているのでお水で消していきます。ではここからは
もう一つのやり方をお話ししていきます。先ほどはフリーハンドでルームシューズに図案を写したのですが、ちょっとフリーハンドは苦手だなという方や、あとルームシューズが硬くて刺繍ができないという悩みもあると思います。そんな時は刺繍できる布に刺繍をして、そして布用接着剤でルームシューズに貼り付けるという方法があります。では今からそのやり方をお話ししていきます。トレーシングペーパーを図案の上に置いて、ずれないようにテープで固定します。そして図案をなぞっていきます。こんな感じで写せました。そして刺繍する布に先ほど写したトレーシングペーパーを置きます。この時に、注意するポイントは、刺繍枠がきちんと収まるところにこの図案を持ってくるようにしましょう。この位置だと刺繍枠が布に収まっているので、この位置に移します。チャコピーですね。間に入れて移していきます。トレーサーを使って図案を写していくんですが、滑りを良くするためにセロファンを一番上に置いて写していきます。次は R を写していきます。だいたい3センチぐらい開けたところに図案を置きます。刺繍枠も収まるか確認をしてから写していきます。刺繍ができたので、お水で図案の線を消していきます。では次はお好みの形を描いていきます。私はちょっと長細い丸にしようと思います。ハサミでカットしていきます。かわいいL と R ができました。布用のボンドを塗っていきます。裏側にボンドをつけます。そして左側の方に布端もしっかりボンドを塗ることでほつれ防止になります。
刺繍の裏側にボンドを塗ります。右側のルームシューズに布端もしっかり塗っていきます。こんな感じに仕上がりました。とっても可愛いルームシューズに変身しました。このワッペンのやり方もおすすめです。